さあ今回はですね、この豚ロースの塊を使ったチリポークのオーブン焼きを作っていきます。がっつりメニューでチリの辛みの効いたパンチのある一品ですよ。エシャロット、ホワイトマッシュルーム、ニンニクにマスタードや唐辛子などの食材を入れ、フードプロセッサーにかけます。それを開いた豚ロースに塗り巻いていきましょう。表面だけをフライパンでこんがりと焼いて、あとは乱切りにした野菜とともに200度のオーブンで60分ほど焼き終えたら、お肉をカットして残った野菜をソースに仕上げれば完成です。さあ今日もお願いいたします。フードプロセッサーをですね用意してください。ちょっといろいろと食材は持ってきました。まずはですね、よし、エシャロット、こいつもカットしていく。切った食材をですねそれぞれこのフードプロセッサーの中に入れていきます。まずはエシャロット、あとマッシュルームもうそのままちぎって入れていきましょうか。ホワイトマッシュルームです。でニンニク、それとハーブなんですけれどもタイムを入れていきます。それと今回ちょっと唐辛子フレッシュチリなんですけれども、もうこいつを切っていこう。もうパンチのある辛みをね効かせたいので、もう種が入った状態で。さあここで塩と胡椒で、マスタードなんですけれどもちょっとディジョン使いましょう。ディジョンマスタード、こいつを入れ、それからさあ香辛料パプリカパウダーなんですが、香りもいいですし程よいちょっと甘みをね、パプリカパウダーの甘みをちょっと取り入れていきます。さあではこいつを蓋してスイッチを入れていきましょう。さあ一回開けてですね、よし、うわ香りがいいね。またこれを戻し、さあこのようにですねペースト状にしていきます。ほい。では次の作業に移りますが、お肉いきましょう。塊肉、よし、これをどうするかというと、まずは下からこのように切ってですね開いていきます。すごいね。またカットして切ってまた開いていきます。よし OK、 こんななっちゃったね。さあでここからどうするかというとですね、先ほどのこのペーストにしたもの、このソースをこの切った表面に落として伸ばしていきます。さあではこのようにですねソースを塗りましたら、またここからどうするかというと、また巻いていきながら元に戻していく。軽く引っ張って戻し、よし、元の状態に戻していきます。さあこの後はですねこういったタコ糸を使って巻いていきます。反対側もよし OK。
さあここでフライパンを熱したらですね、よし、巻き終わりの部分を下にしてこいつを表面を焼いていきましょう。いい色だ。もうちょっと脂身の部分を先焼いていくか。よし、では途中でバターを入れていきます。これまたバターとの相性もいいですからね。また向きを変えよう。うわ、いい感じじゃん。いいね。よし、ではこのように表面をですね焼いたら一旦火を止め、このままの状態にしておきましょう。ここでまたいくつか食材をカットしていきます。これからオーブンに入れるのでオーブンプレートを用意して、さあそこに玉ねぎ、これをもうプレートの上に乗せていき、人参もカットしていきます。ちょっとニンニク、こいつはもう潰しちゃいましょう。それとセロリ、でまたチリです。よし、じゃあ焼いたこいつをのせちゃおう。軽く。さあではこいつをですね、よし、200度に予熱したオーブンでさあ1時間焼いていきます。楽しみに。さあ60分が経ちました。おお、すごいいい香りだね。よし、バッチリだ。気をつけながら。すごい。こいつをとりあえずまな板にのせちゃおう。でこの後はですねちょっとソースを作っていくんですけれども、よし、この焼いた野菜、こいつらをですね、さあまたフードプロセッサーを使ってこの中に入れていきましょう。この旨味のある焼き汁もちょっと入れていきますよ。うわ、きた。さあ少しだけですねちょっとコンソメを入れて、うわ、いい感じだな。見てください。さあまたこのペースト状にしたものをですね、こいつをまたフライパンに戻します。でここに赤ワイン、上品にいきましょう。それとバターで、ここで塩と胡椒、さあこれでですね軽く煮詰めたら火を止めてこいつをこそう。うわー、これ絶対うまいよこのソース。ではこいつをこしたところでお肉いこう。しっかり外してあげて、よし、じゃあ紐を外し終えたところでカットしていこうか。いい感じだ。バッチリ、完璧だ。
これもまた今日も取り合いだな。ソース、うわいいね。そしてちょっと飾りでこういったまた唐辛子、チリポークなんでね、ちょっと遊び心を入れましょう。それとルッコラがあれば緑が入るとまたちょっと印象も変わってきますね。これはもう本当にがっつりいきたいですね。ちょっとね、なかなか気持ちのいいパンチのある一品に仕上がりました。よし、完璧、完成だ。チリポークロールのオーブン焼きの完成です。良い一日を。